はい、どうもきみまろです。今日は1泊2日とか2泊3日の小旅行の荷物のパッキングについて動画を撮ってみたいと思っています。今月末にまた台湾に旅行に行くんですけど、今回は2泊3日の旅行で行きます。で、その時の荷物がこの中に全部収まっています。あれも必要これも必要とかいろいろ欲張って詰め込んでいるうちにどんどんね荷物が大きくなっていってしまうってことはよくあると思うんですけど、いろいろ効率的にパッキングすることによってこういう風にコンパクトに収めることができるようになりました。あと台湾の旅行でも役立つような便利グッズっていうのもこの中にねパッキングされてるので、そういったものの紹介もしていきたいなと思っております。これからねこのリュックの中に入っているものを一つ一つ紹介させていただくんですけども、コンパクトなこういうパッキングのポイントは3つ。1つは必要なものを必要なだけ持っていく、もう1つは一つ一つをコンパクトにまとめていく、で最後が荷物を隙間なく埋めるようにパッキングしていくこと。この3つを意識すればこういう風にコンパクトに荷物を抑えることができるんじゃないかと思っております。まずこちらのリュックなんですけども、これが僕がね一番大好きなブランドのメゾンキツネとイーストパックのコラボバックパックになってます。イーストパックさんはバックパックとかでも有名なブランドなので薄手で軽いんですけども耐久性はしっかりしています。マチがね横34センチ奥行きが16センチで結構マチが広めなので収納力もしっかりあって強度もしっかりありますので、これをね使っています。では早速荷物の中身を紹介していきたいと思います。着替えはもうこういった形で全部メッシュバッグの中に入れていっています。ユニクロの T シャツ半袖 T シャツ2枚と、あとユニクロのエアリズム半袖2枚と、靴下と、あとここに下着も中に入ってる形になっています。1泊2日なので2セットずつだけ、必要最小限しか持ってかないです。あとねこれをリュックの一番底に入れます。次に入れるのがこれかな。これが折りたたみ式の大型バッグになっていて、広げると32リットル入るバッグになります。でちょっと今回ね帰りにお土産を結構たくさんいろいろ買ってきたいなと思ってるので、預け荷物としてこのバッグにお土産を全部詰めてそのまま機内に預けようと思っています。まずこれと、あとこれもね広げるとスリングになるんですけども、現地でちょっとその近くまで買い物に行くとかそういった時にはこのスリングにいろいろカメラとかそういうのも入れて持ってこうと思っていて、前回もねこれ使ってすごい使いやすかったのでこれ持ってきます。これもね折りたたみでこんだけコンパクトになるので荷物を少なくする時にはとても役立ちます。これも入れます。あとね傘、これ折りたたみ傘ですけど、これも比較的コンパクトなものを選んでます。台湾は本当に急な雨とか多いので、天候が変わりやすく雨も多いので、特にね今回だと5月末なんでまだ雨季に入ってないかもしれないけど、いつ雨が降ってもおかしくないと思うので、ちょっとこのね折りたたみ傘もちゃんと持ってきます。はい、続いてこちらの無印の黒いビニールポーチに入っているのが、こちらが常備薬とかアメニティ系、普段使っているシャンプーリンスとか、そういったものを入れたものと、あとはねこう歯ブラシ、これカバー付きの歯ブラシと歯磨き粉、これね僕はお気に入りの多分世界一美味しい歯磨き粉だと思ってるんですけども、アビスのこの歯磨き粉とひげ剃り、ホテルのひげ剃り本当に剃りにくいのでこういう替え刃のものを持ってっています。であとこちらが身だしなみ系かな。こういう結構ねニンニク料理多いのでエチケットということでマウススプレー、あとは汗を抑えるテカらないクリーム、顔のテカリが抑えられるので割と気に入ってたまに使ってます。あとハンドクリームかな。この普段使ってるイソップのハンドクリームを旅行用にちっちゃいボトルに入れて持っていきます。あと一応手鏡、たくさん食べるからね歯間ブラシ、こんな感じかな。こんなすぐ使いたいようなものがこちらに入っています。でこれをバッグに詰めて、これもこのままリュックに入れます。続いてはこちらの無印良品のつるせるポーチってやつなんですけど、少し前の方なんでもしかしたらねもう今売ってないかもしれないんですけど、もともとこれコスメとかそういうの入れて洗面台の横に吊るして使えるっていう、なのでこれフックがついててつるせるポーチって言って、すごいね使いやすいものらしいんですけど、僕はこれにガジェット系のバッテリー類とか充電コードとか
そういったものを入れてます。これね、あんま使わないのもこれしまっちゃうんですけど。で、これが Apple Watch の充電コード。Apple Watch ね、電池の持ちがもっと良ければいいんですけど、1日使ってるとね、もう電池切れちゃうんで、充電が必須なので持っていきます。で、あとこれがスマホにメモリーカードのデータを直接転送できるものになっていて、カメラからスマホに Wi-Fi とか Bluetooth とかでデータ飛ばすこともできるんですけど、これの方がライトニングでね、挿したらもうそのままデータ転送できるので、結構これ使ってます。SD カードとか、あとカートリッジをつけたマイクロ SD カードとか差し込んで、ライトニングで iPhone に転送すればもうその場でデータ転送ができると。僕その日に撮った写真とかをその日のうちインスタグラム上げたりすること多いので、こういうねデータ転送が簡単にできるものがあると便利なんで、これ使ってます。これ入れます。で、あとこれは USB-C から USB-C に送る端子になってます。これ入れる。これは USB からマイクロ USB に送る端子。これも使います。だいたいこの USB からマイクロ USB と USB-C から USB-C と、あとちょっと別でポーチに入れて持ってくんですけど、この USB からライトニング、これとあとこれモバイルバッテリー、これがあればだいたいバッテリー系はね事足ります。これで十分じゃないかなと。ちなみにこれはアンカーのパワーコア PD というやつで、パワーデリバリーというやつなので急速充電ができるという優れもの。こっから今撮っている富士フィルムの XT20、これにマイクロ USB を介して充電したりすることもできるので、出先でバッテリーがもうね切れてしまってる時とかもう最悪こっから充電することもできるので、これも結構使えそうだなと思って持ってきます。 iPhone2 台分とか充電できるのかな。なので割とパワーもあると思います。これは、ポーチには入れないですけど別で持ってきます。ポーチに入れるものに話を戻すと、 GoPro のバッテリーチャージャーについているので2ついっぺんに充電できるもの、これを入れます。はい、あとこれがアンカーの充電器、 USB と USB-C パワーデリバリー PD って書いてある、この2つがついています。いっぺんに2台充電できる形になってます。これ持ってきます。で、あとこれも充電器なんですけど、これもアンカーね、アンカーの充電器なんですけど USB が2つとマイクロ USB が1つ、計3つついてるものになります。これ充電器なんですけど、これ自体がモバイルバッテリーになっているので iPhone X だったら1台分ぐらい充電できるものになってると思うので、ホテルに戻ってきて持ち運んでいたモバイルバッテリーの電池が切れてしまっているとかいう状況だったら、もうこれを臨時でモバイルバッテリーとして持って出ようと思っています。これも持ってきます。あとこれがデジカメのバッテリーの充電器です。2ついっぺんに充電できるものになっています。純正ではないんですけども、コンパクトで2個いっぺんに充電できるってことで、こちらのニューモア、聞いたことないブランドだけどそこのものを買ってみました。で、マイクロ USB の端子がここについてるので、マイクロ USB の端子から充電器を通して充電する形になります。これを持ってきます。今の充電器に挿す XT20 デジカメのバッテリーがこれになります。一つが純正で、一つはちょっとサードパーティーのものを買ってみたんですけど、安定して動くということなので、これを試しにも使ってみようと思ってます。2つ持ってきます。で、バッテリーちょっとこのまま入れるとガチャガチャってしちゃうんで、このモビロンバンドでくくります。このモビロンバンドってこういう感じの、輪ゴムみたいなもんなんですけど、輪ゴムより劣化しにくくて耐久性もあるという風に聞きました。で、クリアだしね、見栄えもいいかなっていうところで、うちは最近従来の茶色い輪ゴムは全然使ってなくて、こっちのモビロンバンドばっかり使ってます。これ結構ね丈夫だしいいですよ。ごめんなさい、ちょっと話それましたけど。で、このバッテリー、これをしまいます。あとはこれかな、メモリーカード類とバッテリーで、もう一個ね、さっきの XT20 のデジカメ用のバッテリーもう一個予備と GoPro のバッテリー、これを2つ。あとこれは SD カード、これもモビロンバンドでくくってますけど、 SD カードが予備で2枚とマイクロ SD カードが予備で2枚で、マイクロ SD カードは結構ちっちゃいので、こうやってアダプターに挿して SD カードと同じサイズにして束ねて持っていっています。こうするとね、なくすこともないでしょうというところで、はい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 。で、このケースはセリアで買ったかな。もともと名刺入れかなんかなんですけど、ちょうどバッテリーを入れるとかメモリーカードを入れるのにサイズ的にも強度的にもちょうどいいかなと思ったので、これを使っています。これを持ってきます。はい、こういう風に隙間なく入りましたので、これを閉めていきます。
こに収まりました。これをカバンにしまいます。あとは持ち運び用としてはこのペンとモバイルバッテリーとライトニングケーブルと、あとねここにまだ届いてないんですけども、モバイル Wi-Fi が届くことになってるので、届いたモバイル Wi-Fi をここに入れて持ってこうと思ってます。はい、撮影機材はカメラの方は GoPro Hero 7 Black と、あと今撮影している富士フィルムの XT20、これをメインに使っていこうと思っています。で、三脚はゴリラポットの耐荷重 1kg の中くらいのサイズかな、これを持っていきます。あと GoPro とゴリラポットを連結するためのこのケース、あとはゴリラポットと iPod を連結するためのこのホルダー、このケースに GoPro をこういう風にはめ込んで、ちなみにこのねケース純正のものもあるんですけど、純正のものはこれがねものすごい硬くても爪が割れそうになってしまうぐらいだったので、サードパーティーのケースを買いました。ここにこういった形の、これアルカスイス互換っていうらしいんですけど、それのクイックシュー、ゴリラポットとこう連結させるためのもので、こういう風に溝のところにガチャッと入れて、でこれネジをこういう風に回すと、これで GoPro にゴリラポットをつけることができるので、三脚としても使えるし、このまま手に持って街歩きする時も使えるし、このところをこう広げて、輪っかにして、で首にくっつけたりするとネックマウントって言われるものにも早変わりするっていうのが気づいたので、ちょっと使えそうだったらそんなのもやってみたいなと思ってます。はい、そんなマルチに使えそうなゴリラポットと GoPro、 iPhone のフォルダーの方にもこの下にも先ほどのアルカスイス互換のこのクイックシューっていうものがついているので、ここに iPhone をこういう風に挟んで、先ほどのこのゴリラポットのクイックシューのところにこういう風にガチャッと入れて、ここでこういう風に留めれば、こういう風にね iPhone に三脚をつけたりとか、あとは手持ち棒、自撮り棒みたいなものをつけることができるということになります。でこれを一式持っていきます。はい、続いてポケットとかに入れて持って出かけるものとしては iPhone と Apple Watch、 AirPods、小銭入れ、マネークリップこんな感じになってます。でまず iPhone とね Apple Watch、 これはもう旅先では本当欠かせないものになっていて、どっかに行きたいとか、あとはお店の情報を調べたりとか、電車の情報を調べたりとかっていうのも全部もう大体これでできるし、ナビゲーション機能とかも Apple Watch と iPhone ね連携したりすると非常に使いやすいので、この2つはもう旅では欠かせないものになってます。で AirPods は旅先では使うことが少ないかなと思います。せっかくね海外来てるから現地の方々の声とか雰囲気とかを耳からも楽しみたいっていうのがあるので、耳は開けとくことが多いんですけど、行き帰りの飛行機は結構ね退屈な時間が長かったりするので、そういった時に音楽を聴いたりとか映画を見たりするとかする時に AirPods を使います。はい、あと小銭入れとマネークリップ、この2つも旅先が今回みたいに台湾だったり物価が安いところだとすごい使いやすいです。台湾でねあまり大きいお札使うこと少ないんですよね。小銭をね結構使う機会が多いので、今も前回の台湾の旅行で余った小銭がこういう風に入ってるんですけど、小銭をここから出し入れして買い物する。夜市とかだと本当にほとんど小銭で買えるような30元とか50元とかそういうのがほとんどなので、この小銭入れを使うことが多いですね。はい、あとマネークリップはストラッシャーのものを使っていて、片面がカードを前まで挟むことができて、裏面には紙幣を挟むことができます。今1万円札挟んでますけど、現地で台湾の紙幣に変えてここに台湾紙幣を挟んで使います。UU カードっていうのは台湾のスイカみたいなカードなんですけども、これで地下鉄の乗り降りとかできますし、あとコンビニでの支払いとかっていうのもこれでできたりします。これと小銭入れあればとりあえず台湾の支払い関係は問題なくできます。はい、これらをねポケットに入れたり身につけて持ち歩きます。あとねこれ何が入ってるかというと、台湾だとすごい役立つものがたくさん入っていて、はい、まずウェットティッシュ。台湾の夜市では本当に手が汚れることが多いので、ウェットティッシュあるとものすごい便利です。でウェットティッシュ普通だとこういう風にここをねこうピーって開けるものなんだと思うんですけど、この上の蓋の部分だけ100均とかで売ってるんですよね。これくっつけるとこういう風に蓋の部分だけこういう風に開けやすい蓋になるので、すごい微妙なストレスフリーなんだけど非常に開けやすくて取り出しやすくて夜市でもとても便利です。あとは一応ハンドタオルと、あとねコンビニ袋
結構ね出たゴミっていうのはまとめておくためにコンビニ袋をバッグの中とかに1枚入れておくと、この中にゴミ入れて後でホテルで捨てるってことができるので、コンビニ袋を持っていくと便利です。あと前回ねあったら便利だなと思ったんですけど、もううちに余っていた割り箸とスプーンとフォークなんですけど、屋台で持ち帰りでおかずとか買ってきて、それをホテルで食べようと思った時にスプーンとかフォークとか箸とか、あると便利です。でこれを入れて、はい、これもバッグに入れます。はい、でこちらが貴重品系というところでパスポートと、あとは海外旅行保険の契約関連の書類とか、こういったものを入れています。一番大事なやつ忘れずに持っていきます。はい。はい、一つのバッグに全部収まりました。結構荷物あったと思うんですけど、一つ一つほんと少なく必要なだけ隙間なく詰めて、すごいコンパクトに収まったと思います。はい、あとねこれがねクリッパっていうものなんですけども、これがいわゆるバッグハンガーの役目になっていて、台湾の夜市とか飲食店ってやっぱりどうしてもね床だったり地面はきっぱり綺麗じゃなかったりするので、あと雨が降って地面が濡れてしまっていたりすることが多いんですけど、そういった時にこれがあるとテーブルの縁にこれを引っ掛けてバッグを浮かせておくことができるので、バッグが濡れずに済むっていう便利アイテムです。これもね旅の必需品になってるかなと思います。はい、こんな感じで必要なものを必要なだけ一つ一つをコンパクトに隙間を埋めるようにパッキングすることで、これぐらいにコンパクトに荷物を抑えることができるようになりました。こうすればね2泊3日ぐらいの小旅行だったらこのリュック一つで、全然済むと思います。もちろん台湾旅行だけじゃなくて、これから小旅行行かれる方には参考にしていただけると思いますので、よかったら参考になさってください。はい、そういうわけで小旅行のパッキングの動画でした。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。